はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はアクセスで取り扱えるデータの形式とフォームの入力方法について解説させていただきます。この動画はアクセスを初めて使う方やアクセスでデータ入力画面を作ってみたい方にお勧めします。また、この動画をマスターすると見栄えのいい、またはかっこいいデータ入力画面を作ることができるようになります。大まかな動画の流れを紹介します。最初にアクセスで取り扱うことができるデータの種類を紹介します。次に、紹介したデータ型を入力する画面を作っていきます。過去動画では、ウィザードを使って土台を作る方法を解説しましたが、今回は空白のフォームから作っていきます。最後に動作を確認します。といった流れで進めていきます。では始めていきましょう。今回 Office 365のアクセスを使っています。アクセスの古いバージョンでは画面が異なる場合がありますのでご了承ください。まず、よく使うデータ型について7つ紹介します。短いテキスト。一番多く使われているのではないでしょうか。255文字までの文字データをデータベースに保存するときに使えます。半角文字も一文字と扱われます。長いテキスト。短いテキストで保存しきれない256文字以上の文字をデータベースに保存するときに使えます。数値型。数値型も非常に多く使われます。数値型は整数しか入力しない場合には、ロングという型が使われます。小数点以下も入力する場合には、シングルという型が使われます。日付・時刻型。日付や時刻を入力するときに使用します。通貨型。円やユーロなどの通貨を入力するときに使えます。オートナンバー型。アクセスのソフトが1から順番に番号を振ってくれます。イエス・ノー型。イエス、ノー、はい、いいえを入力するときに使用します。アクセスには変わった型がありますので、そちらも2つ紹介していきます。テーブルのデザインビューで入力できるデータ型のうち、集計という型があります。こちらはフィールドの項目を使って計算した結果を保存してくれる型です。例を使って説明していきます。こちらに t アンダーバー商品というテーブルがあり、商品名、単価、個数というフィールドがあります。ここに合計というフィールドを作り、単価×個数を入力したいとします。フィールド名に合計、データ型に集計という型を選びます。すると、式ビルダーが表示されます。ここには計算式を入力します。画面の中央の下に式のカテゴリーがあり、この中にはこのテーブルのフィールドが表示されています。この中から単価と個数をクリックします。すると自動で EXPR と表示されました。ここはプラスやかけるなどの演算子を入力します。今回は単価と個数を掛け算したいので、ここをかけるに書き換えます。これで合計は単価と個数の掛け算をした結果が入力されるようになりました。では、このテーブルにデータを入力してみます。商品名にリンゴ、単価を50、数量を3と入力すると、合計の欄に150と単価と数量を掛け算した結果が自動で入力されました。このように計算した結果を自動で入力してくれるデータ型が集計です。最後、ルックアップウィザードについて説明します。こちらも例を使って説明します。
ある会社の社員録のテーブル T アンダーバー社員録を作るとします。こちらの会社には総務部、経理部、営業部があり、社員はいずれかの部に所属しているとします。先に部署のテーブル T アンダーバー部署を作ります。作ったテーブルがこちらです。社員録のテーブルには社員名と部署を入れていくのですが、社員録の部署を入れるときに部署のテーブルを参照して入れていく方法がルックアップウィザードです。では、社員録のテーブルを作っていきます。途中まで作ったものがこちらです。社員名のフィールドはすでに作っておきました。ここに部署のフィールドを足していきます。フィールド名は部署。データはルックアップウィザードを選択します。すると別の画面が出てきました。最初は上のルックアップフィールドの値を別のテーブルまたはクエリーから取得するを選んで次へ。テーブル T アンダーバー部署を選択して次へ。部署名のフィールドを大なり記号で選んで選択したフィールドに入れて次へ。並び替えは部署の ID が登録順になっていますから ID にします。列の幅を指定する画面になりましたが、ここはこのままにして次へ。フィールドにつけるラベルは部署のまま完了をクリックします。リレーションシップを作成する前にテーブルを保存する必要がありますと出てきますので、こちらははいをクリックします。では、社員録にデータを登録してみましょう。社員名は田中さん。部署の欄をクリックすると、部署を選択するリストボックスが表示され、先ほど登録した3つの部署が表示されました。ここは総務部としてみます。このように他のテーブルの値を参照してデータを入力する型がルックアップウィザードです。はい。アクセスで扱えるデータ型を押さえた後は、データを入力する画面を作るときに使う部品について解説していきます。まず、サンプルとして先ほど紹介したよく使う7つのデータ型とルックアップウィザードについて入力するテーブルを用意しました。集計については自動で計算されるため入力の部品としては使わないことにします。サンプルのテーブルデザインがこちらです。フィールド名は適当につけているので深い意味はありません。データ型はオートナンバー型、短いテキスト、長いテキスト、数値型、日付型、通過型、イエス・ノー型、ルックアップウィザードの8つとなっています。ルックアップウィザードでは先ほど紹介した部署のテーブルが紐づいています。テーブルを作った後、データを入力する画面を作っていく方法を説明します。メニューの作成からフォームウィザードを使うやり方が簡単ですが、今回は空白のフォームから作っていきます。フォームウィザードを使った作り方については、私の過去動画で解説していますので、そちらをご覧いただきたいと思います。メニューの作成、空白のフォームから空白のフォームを作ります。次に左上の表示からデザインビューに切り替えます。メニューのデザインを選びます。フォームの中の詳細を右クリックしてみましょう。背景色を変えられます。白だとちょっと寂しいので色を変えてみます。次に画面上部の右側にある既存のフィールドを追加をクリックしてサンプルテーブルのフィールドを追加していきます。右側にフィールドリストが表示されており、その中には
現在登録されているテーブルが表示されています。サンプルテーブルの左側がプラスになっているときは、プラスの部分をクリックすると、サンプルデータのフィールド一覧が表示されます。サンプルテーブルの ID 以外の項目をダブルクリックしていくと、フォームに入力する部品が追加されていきます。やっていきましょう。ご覧いただいた通り、左側に項目名、右側に入力する部品が表示されました。左上の名前を右クリックして、プロパティをクリックしてみましょう。一番上に表示されているプロパティシートのすぐ下、選択の種類はラベルとなっています。メニューのデザインの下に表示されている部品で言うと、左から3番目、大文字の A と小文字の A が書いてあるのがラベルです。ラベルは文字を表示する部品です。入力はできません。プロパティシートの書式をクリックして中身を見ていくと、幅、高さ、位置、背景のスタイル、背景色などデザインに関する項目が並んでいます。これらの値を変えていくと見栄えが変わります。では、フォームの中の名前ラベルの右側、四角い枠が表示されており、中に名前と書いてあります。これを右クリックしてプロパティを表示して書式を見てみます。プロパティシートの下を見てみると、これはテキストボックスになっています。これは部品の左から2番目、文字や数字を入力する部品です。こちらもプロパティシートの中の書式を変えていくと見栄えが変わります。年齢を入力する部品のプロパティを見てみると、こちらもテキストボックスです。生年月日を入力する部品もテキストボックスです。では、合否の左のチェックマークがついている部品のプロパティを見てみると、こちらはチェックボックスとなっています。チェックを入れると Yes、チェックを外すと No を表します。さらにその下、部署名を入力する欄のプロパティを見てみると、コンボボックスとなっています。デザインの部品で言うと、左から11番目になります。フォームの何もないところをクリックしてから全体を囲むようにドラッグすると、全部の部品を選択することができます。メニューの書式からフォントを大きくすると、中の文字が一部しか表示されません。メニューの配置を選んで、右から4番目、サイズ、間隔の中にある自動調整をクリックすると、部品の幅や高さが自動調整されます。さて、ここからテキストボックスなどを動かして配置を変えていくのですが、ラベルも一緒にくっついて動いてしまいます。これはテキストボックスにラベルが関連付けられているためです。例えば、名前のテキストボックスのプロパティを表示して、すべての上から2番目にラベルと書かれています。ここに表示されているラベルがこのテキストボックスと関連付けされていて、テキストボックスを動かすと一緒にくっついてきてしまうのです。ちなみに、このラベル名、名前のラベルのプロパティの一番上を見ると、同じラベル名が書いてあります。テキストボックスのラベル名の欄を消してしまうと、関連付けが消えますので、別々に配置することができます。関連付けがあるときれいに配置できないことが多いので、関連付けを外してから配置した方がいいでしょう。配置が終わった後、ラベル名のところに関連するラベル名を入力すると、その時の配置で再度関連付けされます。さて、入力する部品の配置が終わったところでデータを登録できるようにしましょう。メニューのデザインから部品の左から4番目、ボタンを選択して
フォームの中のボタンを配置したいところでドラッグします。ボタンが表示されたら、コマンドウィザードの中に答えていきます。種類はレコードの操作。ボタンの種類は新しいレコードの追加を選んで次へ。ボタンに表示する文字列はレコードの追加。ボタン名はレコード追加とします。ボタンの追加が終わったらフォームの×を押して閉じます。閉じるときにフォームの名前を聞かれますので F アンダーバーサンプルとしておきます。次に出来上がったフォームを開きます。F アンダーバーサンプルを右クリックして開くをしてみると出来上がった画面が表示されます。適当にデータを入力していきます。テーブルのフィールドで日付型にした生年月日は右側にカレンダーが出て、このカレンダーから入力できるようになっています。また、通貨型にした所持金には円マークがついています。部署名は部署が選択できるようになっています。一通り入力できたらボタンを押してレコードを追加してみます。レコードの追加が終わったらサンプルのテーブルを開いて内容を確認してみます。はい。先ほど入力した内容が登録されています。今回はアクセスで取り扱うことができるデータ型の解説とこれらを入力するフォームの作り方について解説しました。かっこいい画面を作るときにはプロパティの中で位置や幅、高さ、フォント、色などを変えて配置することで綺麗な画面を作ることができます。習うより慣れろとも言います。この動画で一通り触りの部分を解説しましたので、いくつか作る練習をすればお気に入りの画面が作れるようになります。過去動画で紹介している内容については一部省略させていただきました。合わせて過去動画もご覧いただければと思います。今後ですが、今回の動画で盛り込めなかったデザインの部品の紹介やデータを検索するクエリ、検索した結果をレポートする部分などを紹介していきたいと考えています。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは初心者、中級者向けに IT に関する情報を配信しています。皆さんの役に立つ情報を配信していますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。また動画配信します。お楽しみに。